この前地震があった時は放送かなんかで流れてましたけど、ああいうのって前はなかったですか？大津波注意報がありましたね。それはある程度間近になってからだと思うんですけど、ある程度の津波はみんな来るなとは思ってたんですけどね。だからね、今までその2日前ぐらいにも地震が、あったし、その前もちょこちょこ津波注意報等々は出てたことあるんですよ。その時のやっぱり皆さんも頭も残ってると思うし、自分もあったから、今までそういう2メーター3メーターが来ても実際来たのは50センチとか見えるかこれが津波だなって分かる程度だったんですね。だから当然もうあんな大きい津波が来るとはね当然思わないし、それがありましたね。地震だとその津波の情報っていうのってどれぐらい入って地震の時はいたんですが、店の方ですね、地震直後に地震の対策を取って、ブレーカーだの散乱したガラスだなんだかんだの応急処置を取って、幸いお客さんいなかったので、あとすぐにシャッターを閉めれる状況にして、一部川渡ったところに、日頃通勤してた住まいがマンションの方がありましたので、そちらの方にすぐにこっちの店の応急処置したら、戻って向こうの方も一応応急処置に戻ったところなんです。何を期待しますというか、何を思って参加されてますかというもの。町のこと、町のそのことあり方、その要望とかなんとか希望とかっていうのはやっぱりここに住んでる人がやっぱり一番分かるとは思うんですよね。自分らも生まれた時からいたわけじゃないんです。私も九州からとか途中から来たんですけどね。やっぱりそこで育った人とかが一番今までのいいところとかね、そういうところっていうのは一番分かると思うし、やっぱりその人たちの目線でやっぱり一番考えていくの、要はやっぱりそういう町のね身近な人がやっぱり一番考えて意見提案するのがやっぱり一番ね、一番ベターだと思うしですね。こういう街にしたいとか、思いを聞かせていただけますか？よく言ってることですけど、そんな大きい町じゃなくてもいいですから、全体のバランスの取れた調和の取れた、ただただ生きるための町じゃやっぱり食って食べてでじゃ面白ないし、その中にやっぱり文化とかねリクレーションとかなんとかやっぱり人が集い合えて楽しめる、街であればなとはね思ってますけどね。その辺も逆にいい意味では今回のね震災を機に逆にいろんなことを失われてねデメリットもありますけど、そういう面ではみんなほら環境的な原点がある程度共有化されたから、そういう面ではやっぱりそういうこのつながりを密にしたい、大事にするという意識はね今まで以上に見えてきてますよね。だからこれは実例でもって間違いなく、毎朝聞いてるのキーちゃんが薬剤さんやってるしてミーティングなんか毎日やってるね、今までの震災前の街の集まりとかいろいろ声かけてやるんですけどね、なかなか声かける人はもう必死持ちですよ。俺はそういう担当してたけどね。だけどそれでやってもそんなにね集まらない状況がね、自主的にみんなが毎日集まっているということがね今までかつてなかったですね。そういう面ではやっぱり逆に震災効果って言ったらあれじゃないけど、震災を機にそういうことのつながりの必要性、やっぱりそういうの必要性は感じてきてるっていうのはありますね。